皆さんおはようございます。今日は家の近くの林道の斜面に来てます。春の山菜っていうのはね、山の奥深いところよりも意外とこういう日当たりのいい斜面の方がよく生えてたりします。木のあまり生えていない南向きの斜面とか理想的なんです。早速もう山菜がいくつか目に入りました。まずはね、こちらの植物紹介します。これ杓と言います。以前雑草のサラダを作った時に紹介したかなと思うんですけど、これセリ科の植物で鮮烈な強い香りを持つ植物です。新芽を1本ちぎってみます。これの匂いを嗅いでみますね。すごいわ。やっぱかなり香りが強いので好みは分かれるかなとは思うんですけど、僕はね結構好きな香りです。結構癖強めなんですけど、意外と苦味はなくてね、一応生で食べることもできます。こういうのを天ぷらにするとめちゃめちゃうまいです。ただしこの植物大変似た毒草が結構ありまして、それがねこちらに生えているやつです。これ紫色の花が咲いていますね。紫ケマンと言います。こっちが杓の葉っぱで、これが紫ケマンの葉っぱなんですけど、ほら花を写さなかったらパッと見わかんないじゃないですかね。紫ケマンと杓の違いはいくつかあるんですが、まずこちらの綺麗な花ですね。杓はセリ科の植物なんで、このように白色の小さな花が咲きます。それに対し紫ケマンはね、先ほども言った通り紫色してますんで、そこでまず違いがはっきりとわかります。葉っぱも少し違いますね。これを見比べてみてください。左側が杓で右側が紫ケマンです。そして紫ケマンの葉っぱ、若干赤紫の縁取りがあります。また紫ケマンと杓ではね、香りが違います。杓はね、鮮烈なセリとウドに似たような香りがするんですが、こちらはね、図鑑によると深い臭がするということです。ですが、僕今まで嗅いできた紫ケマンはね、全て無臭でした。これ無臭ですね。ですから無臭の紫ケマンもあるんじゃないかなということで、皆さん気をつけてくださいね。すぐ近くにまた面白い植物が生えています。これ見てください。なんかタケノコの皮みたいなやつが広がってて、ウツボカズラみたいな形の花が咲いています。マムシグサと呼ばれる植物です。これは里芋科の植物で、下に里芋みたいな形の芋ができます。ですがこちらの植物は根っこから葉っぱ、そして花まで全て有毒です。死ぬってことはあんまりないみたいなんですけど、結構強めの毒を持ってるらしいので、皆さん気をつけましょうね。これはね、見た目で一発でわかるんで、誤って食べるっていうことはまずないかなと思います。ここにはトゲトゲの植物が生えています。これは結構有名。アザミですね。アザミにはね、すごい何種類もあるらしいんですけど、中でも森アザミと呼ばれるものの根っこは山ごぼうとして、ごぼうみたいな香りがする山菜として親しまれています。実際アザミの根っこは森アザミのものに限らずとても美味しいです。ですが根っこ抜きすぎちゃうとね、あんまりよろしくないかなということで、今回は持ち帰りませんが、こちらのね、ちょっと柔らかめの新芽、これはすごく美味しいです。新芽だけ取ろうと思います。こちらがアザミの新芽です。シュッと縦に伸びてるやつがいいですね。ですがこのアザミのトゲ、とても痛いです。新芽のトゲは縦方向についているんで、下側から上に向かって撫でるくらいなら大して痛くないんですけど、これを逆向きにするとすげえ痛いです。あとこの展開した葉っぱ、もう凶器です。軍手でも貫通するんで、革手袋とか使った方がいいかもしれません。基本素手では取らない方がいいですね。ただしタラノキやハリギリなどと違って、トゲが刺さって手から抜けなくなるっていうことはあんまりないので、その点はありがたいですね。上にもすげえでっかいの生えてますね。ちなみにね、アザミは成長した後の長い茎の部分も結構美味しいです。若干ごぼうのような風味があってね、シャキシャキしててすごいです。個人的には結構好きな山菜ですね。これもまた取れる時期になったら動画にしようと思います。ここにもアザミありますね。アザミは手ではちぎりにくいのでナイフ使った方がいいかなと思います。これもすごい鋭いトゲがいっぱいありますね。怖い怖い。皆さんは素手で取らない方がいいと思いますよ。これくらいの新芽がね、一番うまいです。葉っぱがいっぱい切れちゃってもったいないかなって思う人もいると思いますが、アザミね、大変強い植物ですので、根っこさえ残しておけばちゃんと再生します。だからその点はご安心を。こちらにもいい感じの新芽ありますね。先端だけもらっていきますか。すごい鋭いな。よし、取れました。これアザミですね。ここにもアザミが生えてますね。痛いけどうまいんだよなこれ。花の咲いた杓も少しもらっていきますか。見てください、これケムクジャラのシダ植物が生えてます。これゼンマイです。スーパーのお惣菜で売られてるやつですね。ゼンマイにはね、この通りつぶつぶがいっぱいついた葉っぱと、そうでない普通の葉っぱのものがあります。こちらのつぶつぶはね、胞子嚢となっています。これは胞子系です。反対にこちらのただの葉っぱの方はね、栄養系と呼ばれます。山菜採りをする人の間では、こちらの胞子系男ゼンマイと呼び、
こっちの栄養系を女ゼンマイと呼びます。採取するのはこちらの女ゼンマイのみですね。一応こっちも食べられるんですけど、男ゼンマイは胞子を飛ばしますから、山菜採りのマナー的には女ゼンマイのみを取るのが正しいのかなと思います。こちらは取り頃すぎてるのと、食べるまでの下処理が大変難しいので、僕はね、今回取りません。おっと、こちらに黄色の花が咲いています。先ほどの紫ケマンと花の形状似ていると思いませんか？そう。これはね、紫ケマンではなくキケマンという植物。紫ケマンの近縁種ですね。この通り葉っぱの形がね、キケマンも似ているんですよ。こちらね、茎が白く粉を吹いたような感じで、ちょっとサラッとしている印象。触るとすごい引っかかるんですけどね。茎が非常に柔らかいですね。あ、こいつすげえ匂いするわ。なんかね、すごい薬品臭、アルコール消毒みたいな香りがしました。これはね、間違いなく不快臭と呼ばれるやつですね。キケマンにも不快臭があるということで、これはね、ちゃんと匂いがありました。ただし紫ケマンに関しては僕一度も香り感じたことないんで、そこはどうなのかなっていう感じですね。ちなみにこちらもね、紫ケマン同様猛毒植物ですので気をつけましょう。ほら、隣に尺生えてますね。こちらに咲いている紫色の花、これスミレの仲間です。スミレもね、アクが全然なくて生でも食べられるような大変美味しい山菜の一つなんですけど、これはね、僕のうちにもワンサが生えてるので、あえてここで取る必要はないかなということで今回はスルーします。こちらに咲いている花、皆さんよく見かけますよね。こっちの青いのは大湯のふぐり、これはヒメオドリコソウですね。こいつらね、葉っぱ自体はそんなに美味しくはないんですけど、このお花に関しては結構美味しいんですよね。大湯のふぐりね、若干甘みがある。シャキシャキしてて美味しいですね。これも甘い。ちょっと蜜があって、ちっちゃい頃にこれを吸ってた人も結構いるんじゃないかなと思います。僕もやってました。これはね、彩りがいいのでサラダなどに使うといいかなと思いますけど、犬のおしっことかかかってたりするんで、綺麗な場所のやつ取りましょう。こちら、つくしが枯れてます。もうつくしの時期は終わりですね。ですが、つくしが終わった後、こちらにね、なんか面白い形の葉っぱがいっぱい生えてきます。これ、つくしの親分、スギナですね。皆さん知っての通り、スギナとツクシ同じ植物です。実はスギナ、シダ植物の仲間で、こちらがね、先ほどゼンマイでも言ったように胞子系、こっちが光合成をするための栄養系なんです。シダっていうとね、ゼンマイとかみたいな、ちょっとくるっと丸まったような形を想像する方多いんですけど、これもね、シダ植物の一種なんですよね。あとこちらのスギナの葉っぱはね、乾燥させることでスギナ茶として利用できます。ケイ素を多く含んでおり、健康にいいみたいな感じで一時期ブームがあったみたいです。またこちらね、天ぷらなどで食べることもできます。少し取っていきましょうか。これに関してはね、ほんといくらでも生えてますからね。これだけあれば十分でしょう。こちらはヨモギですね。ヨモギはキク科の植物で、葉っぱの裏は白い産毛で覆われています。これもうまいからね、取っていきましょう。ヨモギはね、個人的にこのちょっと伸びたくらいが一番うまいかなと思ってるんですけど、この時期になるとね、先端の新芽にめちゃくちゃアブラムシつくんで、そこが厄介ですね。ここら辺のは全くついてなくていいですね。皆さんよく見たことあるんじゃないでしょうか。なんか赤色のつぶつぶした花が咲いています。これスイバですね。小さい頃ね、この茎をちぎってかじって食べたことがある人も結構多いんじゃないでしょうか。酸っぱい。名前の通りスイバはとても酸っぱいです。スカンポっていう地方名もあるみたいです。ただしこれはね、同族のイタドリとも混同されてるみたいなので、どっちが本当のスカンポなのかは僕あんまりよくわからないです。吹きが生えてますね。この丸い葉っぱ、山吹です。似ている植物にツワブキというのがあるんですが、ツワブキは吹きと違って葉全体に光沢があります。全く毛は生えていません。ですがこちらの吹きはね、葉柄も葉っぱも全て細かい毛で覆われています。また吹きはね、比較的寒冷地に多い植物なんですが、ツワブキはどっちかっていうと暖かい場所に多い植物です。吹きはこの葉柄をアク抜きして食べるのが一般的ですが、若くて小さな葉っぱはね、天ぷらとかにしても美味しいです。少しだけもらっていきますか。ちょっと見てよ、これすごいじゃん。めちゃくちゃ長えつくしいっぱい生えてました。すげえ、30センチ超えじゃん。持っていくか。こういう長いつくし見るとね、ついつい取りたくなっちゃうんですよ。つくしって袴処理がすごい面倒ですけど、長いやつはね、袴の間隔すごく広くて取り払う数少ないんで結構楽なんですよね。はい、これが今日の収穫です。スギナの葉っぱとつくしと、あとシャク、そしてアザミとフキですかね。では早速これらを持ち帰って調理したいと思います。
はい、完成しました。今日は野草の風チャンプル、沖縄料理ですね。いただきます。ちょっとね火消すの遅くて卵硬くなっちゃいましたけど、まあうまいでしょう。うまいねこれ。麩に卵液がたっぷり染み込んでてふわふわで出汁が効いてます。うまっ。野草もいいですね。まずよもぎね、よもぎの香りめちゃめちゃします。これがね結構フーチャンプルの出汁の味と合います。僕ねコメント読んで知ったんですけど、よもぎは沖縄でもよく食べるそうで、おかゆ的なものがあるっていうのをちょっと聞きました。で今回はそれをヒントにちょっと沖縄料理にしました。あと肝臓の新芽も同様に沖縄でよく食べられているそうですね。現地ではクアンソウっていう風に呼ばれているそうです。一般的な和名とほぼ一緒ですが、ちょっとだけ琉球風の訛りっていうかがあって面白いですね。あとねこのつくしもねかなりシャキシャキでうまいです。まあつくしは卵とじにめっちゃ合いますからね、これは当然ながらうまいんですよ。でちょっと気になってたのが杉菜なんですけど、生で1本かじった時ねちょっとかなり繊維質だったんで、今回ねこんな風に細かく刻みました。これくらいに刻んでればね全然気になりませんね。で気になる味に関してなんですが、これはねつくしと全く一緒ですね。少し独特な風味がありますけど、繊維が固めなつくしかなっていう感じだからね、意外と食べれましたね。美味しいです。天ぷらだったらねもっと食べやすいかなと思います。まあつくしが取れるならつくしで十分かもしれないですね。あとこちらのあざみ、これもねちょっとトゲがあったんで先にちょっと油で炒めました。うまっ。全然トゲが気にならないですね。ちょっとごぼうに近いような独特な風味があってすごくうまいです。これ新芽の一番根元に近い部分はねかなり柔らかくてもちもちしてます。あ、今のやつちょっとチクッとしたな。ただチクッとするって言ってもほんと一瞬だし、魚の骨みたいに完全にぶっ刺さることはまずないし、飲み込む時はね基本的に全く引っかからないので全然大丈夫ですね。うまいねこれ。今のやつはねちょっとフキの葉っぱの香りも感じました。フキノトウほどではないですけど、わずかにフキの風味が残っていて、さらにほんのりと苦みがあります。全体的に味を和らげたフキノトウみたいな感じ。うまいです。あ、尺もすげえ。尺茹でたらね強烈な香りがだいぶ弱まってめちゃめちゃ食べやすいです。正直天ぷらの時よりも香りが薄まっている気がします。でも尺元の香りめっちゃ強いんで全然これくらいでちょうどいいですね。車麩のふわふわ感と野草のシャキシャキ感と香り、これが最高ですね。めちゃめちゃうまい。ごちそうさまでした。フーチャンプル自分で作ったのは今回が初めてですね。以前沖縄に旅行行った時に本家のフーチャンプルを食べてそこで存在を知ったんですけど、あれがねマジでめっちゃうまかった。今でも覚えてますよ。肉入ってないのにあんなにうまいんだなってちょっと感動しましたね。あれはお麩ってね意外と高タンパクだそうでふわふわしてて美味しいし、丸いやつとか結構可愛いしね。満腹になりました。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。